ます。こんばんは。4月21日金曜日ですね。はい。夜9時になりましたので、病は気からお送りしていきたいと思います。今夜もよろしくお願いいたします。こんばんは。はい、始まりました。いや、もういよいよ4月もね、後半、来週はゴールデンウィークでないですか。ねえ、ゴールデンウィークはいつから始まるの？ 29 日から始まるのかな？何連休なんですか？一番長い人って何連休ぐらいなの？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。9連休。いいな。みみみりちゃん、こんばんは。9連休って素晴らしいね。ママさんもこんばんは。ありがとうございます。みつるん、こんばんは。ありがとうございます。9連休か。ねえ、お金と時間があったらどこ行くんだ。ラフネさん、こんばんは。ねえ。でもあれでしょ、2日からだっけ？なんかもう接種証明書とかそういうの全部いらないんですよね。ねえ、だからもうねえ、旅行行かれる方はいいですね。ヒロリンさん、こんばんは。スーワちゃんもこんばんは。チーズケーキさんもこんばんは。ねえ、そうなんだ。弾けるね、みんな。みよこさん、こんばんは。よしみんもこんばんは。めここねこちゃん、こんばんにゃ。よっこさんもこんばんは。ありがとうございます。ねえ、9連休って何事みたいな。ねえ、いいね。まあ私には全く無縁の世界でございますけども。全く無縁のゴールデンなウィークなんですけどね。一度も味わったことないな、ゴールデンなウィークは。みかんちゃんもこんばんは。なんかずーっとさ、ね、会社勤めしたことないんで。来年もう海外行けるんじゃないみつる？だってもう関係ないでしょ、全然。もうね、もうまあほら、わかんないよ、まだ。わかんないけどね。ハワイ行きたい。ね、まだわかんないけどね。まきちゃんも、こんばんは。ねえ、なんかね、第9波第10波なんかいろいろ言ってるけどね、まだわかんないよ。しつこいよ。うん。あ、そうなんだ、みつるん。来年ね、オーストラリア。なんか今すごいな。僕らの時の修学旅行って京都奈良だったけど。すごいね、もうオーストラリアとか行っちゃうんだ。すごいな。すごいすごいすごい。グローバルだね。ママさん、はい。いや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 、とんでもございません。朝の配信ね、ありがとうございます。ね、そうなんですよ。朝の配信ね、続いてるんですよ。明日やったら1週間。すごくない？これ、記録だよね。毎朝ちゃんと6時半ぐらいにお送りしてる朝のパルスをお届け。アーカイブでもいいんでね、ぜひ見ていただけたらいいと思います。海のエネルギーね、感じていただけるととてもね、癒されると思うんで、はい、よかったら見てください。明日も来てるよ。3つの条件が揃えなきゃダメなんだけどね。3つの条件が揃った時は必ずお届けしている朝のパルスでございますからね。はい。ランコさんこんばんは。高速道路通行中は耳だけ参加。ご安全にありがとうございます。マリプーちゃんもこんばんは。そうなんだ。早起きなんで今ね。まゆみさんこんばんは。朝のパルスアーカイブで見てくださってありがとうございますね。うん。いや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 、なかなかね、朝のね、パルスのお届けっていうね、配信が、なかなか好評で特に朝のパルス占いがね、好評なんですよ。皆さんもこんばんは。そう、パルス占いがね、なかなか好評で、よかったらね、ぜひ見ていただきたいなっていうふうに思っています。はい。まあ明日も天気いいらしいからね。3つの条件は何かっていうと、1つがお天気ですね。雨だったらやらないんですよ。お天気。そして2つ目が風なんでね。天気良くても風がビュービュー吹いたらもうね、何喋ってるか分かんないぐらい風の音がね、うるさいし、僕も口の中が砂だらけになるんで、風が強い日はやれない。そして3つ目がね、
私が早起きできたらというね、その3つの条件が揃った時にお送りしてます。マリプちゃん、なかったか、そうか、残念。でも、きっと何かいいことは来るからね。ポケットじゃなかったかもしれないよ。ね、ヒロリン、ありがとうございます。ね、よしみ、パルス占い楽しみにしてください。あ、何、ミニちゃん、出会いを忘れてた。そっか。土日もやるよ。やるやるやる。うん。ね。はい。まゆみさんもありがとうございます。ね。土日もやるし、もうね、月曜日もやる。火曜日も、水曜日もやるからね。雨が降ったらお休み。私が寝坊したらお休み。風が強かったらお休みっていうことですから。はい。よろしくお願いします。タイミングあったらね、ぜひライブ参加してください。よろしくお願いします。ね、でもあれだね、今年は早くに、台風1号が発生してきてね、台風かなり沖にいても、沖にあってもね、南のはるか海上にあってもうねりってね、入ってきたりするんで、まあそういう海の表情なんかね、毎朝変わる海の表情なんかも、皆さんにお届けしたいなと思ってます。デイジーさんこんばんは。そう。みりちゃん、昨日は美味しい紅茶専門店、テイクアウトできた。よかった。ね。昨日はお茶を飲むといいって言われてたらね。うん。そっか。今日僕もね、実は机の中とか見たけど何も出なかった。でも出たことにしようということでね。まあ何かにつながるっていうことでね。何かにつながるんですよ、これが。うん。今なくてもね、これが何かに未来につながっていくと。ね、そういう広い心で。じゃあ何でもあんだろうって言われちゃうけどね。まあそれがね、まあ今日ね、ちょっとお話しする、パラレルワールド、平行世界のお話になってくるんだけども、まあね、マリプーちゃん、スーパーハード、ありがとうございます。美味しいコーヒーいただきます。ありがとうございました。ハワイアンコーヒーが飲める。マリプちゃんありがとう。みつるん掃除やる気はあったけど、用事があってできない。そういうもんなんだよね。本当にね。まあそういうもんなんだけど、まあ何かにつながっていくからね。そうなんですよ。で、それでね、まあその何かにつながっていく、何でもつながっていくんだろうっていうふうに思われるんだけども、ちょっとね、今僕は、皆さんに今夜ね、お話ししたい話が、まあパラレルワールド、平行世界って言われるね、話なんだけど、まあちょっとさ、今夜は、ちょっとこういう話もいいよねって思ってやるんだけど、明日やるって何やるの？明日掃除するってこと？あのね、まあちょっと妄想先生でやるような話になっていっちゃうかもしれないんだよね。なぜかっていうと、やっぱりちょっとさ、科学的に全部証明できてるのかって言ったら証明できてない部分もあるんでね。これ僕が朝のパルスっつって受け取ってるメッセージあるでしょ。あの中から実はね、もらってるメッセージっていうのが実はあるんですよ。で、僕はね、それで講座をやったりとかね、あと霊気も全く違った世界になってきてるんで、自分がね、今お伝えしてる霊気ってものがあるんだけど、それが今僕の中でも霊気じゃなくて水気っていう風になってきてるんだよっていう風にね、お話ししてるんですけども、まあそれどうからそうやってそういう情報来るのっていうのは、僕がパルスで受け取ってるってやつなんだけどね。モンチさんこんばんは。で、そのパルスで受け取ったパラレルワールド平行世界っていうところのお話もしていきたいなって今夜ちょっと思ってます。で、まあちょっとね、こういう話苦手な方はもうすいません。ごめんなさいってことでさ、こういう話大丈夫だよ、ね、好きだよって方にね、聞いていただきたいなって今夜思ってですね。はい。そうだよ、メツの僕も毎日、叱咤激励されてるから、今日は情熱って言われたからね。今日は情熱だって言われたから。今夜の配信は情熱を持ってやっていこうと思ってます。もう気合い入れて髪の毛切ってきたからね。情熱入ってるでしょこれ。どう情熱の。ねえ。なにみーちゃん、以前探し物で不思議な出来事があった。なんだろう、今度ゆっくりお話を聞かせてください。ねえ。マーリーさんもこんばんは。で、そう。だからまあ情熱を持って今夜はね、配信していきたいなと思ってるんだけども、そうなんですよ。だから
受け取ってるパルスを紐解いていって、僕の中でね、パラレルワールドってこういうことかな、平行世界ってこういうことなんだなっていう話は、もうとても30分じゃ言い切れないので、これはね、近いうち、また藤沢あたりで講座やりたいと思うんでね、興味のある方はぜひ参加してください。で、ちなみにね、来月はちょっとボディーワークなんでね、20歳若返ろうぜみたいなやつなんで、6月ぐらいに、ちょっとね、平行世界パラレルワールドのお話していきたいなと思うんだけど、まず今夜はね、そのパラレルワールド、平行世界っていうものをちょっと説明していきたいなと思うんだけど、SF チックな話だと思ってたじゃん、今まで。パラレルワールドって要は平行世界。この世界の他に、ね、全く同じものがいくつもあるんじゃないかって言われてるさ、ね、そういう世界があるんではないかって言われてんだよね。藤井さんこんばんは。モンチさん、物なくす人間。いいね。でも、ここのチャットの中の人、結構物なくす人が多いと思うんだよな。そう。で、まあね、じゃあパラレルワールド、平行世界って何っていうと、今、量子力学っていうさ、分野がね、すごくね、注目されていて、いろんなとこで言われるじゃない？量子っていう話がね。オレンジさんもこんばんは。で、マリプーちゃんなくさないんだ。なくした方がいいんだよ、実は。量子っても何でも量子力学ってなってはきてるんだけど、本当にそういう分野があって、どういうことかってさ、僕らは全部素粒子の塊だとかさ、ね、そんなような話で、簡単に言うとさ、みんな波動を持ってるっていうね、波動ね。でその波動っていうのは光で、それをフォトンって言い方したりするんだけど、ちょっと今日はざっくりそこはね説明するけど、じゃあどういうことかっていうとさ、自分が出してる波動で自分の世界って変わっていくっていうことがもう科学的に分かってきたのが量子力学なのね。でその量子力学の世界で言ってるパラレルワールド、平行世界っていうのはこの3次元の話をしてるんですよ。ね。だから自分の考え方次第で出すエネルギーが変わっていくから目の前の現実が変わるんだっていうことを今科学的に証明できてきてるっていう風な話なのね。だから例えばさ、右行こうか左行こうかって人生の分かれ道に来た時に自分が出してるエネルギーでね、右に行く方がいいって思ったら左に行った方がいいと思ったりとかさ、ね、右に行ったら自分の望むものを引き寄せたり、ね、左行ったらちょっと苦しい世界に行っちゃったり、でもそれも全部自分の気持ち次第じゃないかっていうことが科学的に分かってきた。それがなぜかっていうと、自分が出してるエネルギー、波動、それがフォトンって言われて、ね、その素粒子がわーっと出ることによってその現実を作り出す。でそれはさ、前にちょっとお話ししたんだけど、ウインカーってあるっつったでしょ。ガチガチガチってウインカーね。で前の車はこういうスピードなんだけど、自分の車はこういうスピードだから、こういうふうになっちゃってるね。でもそれをずっと見ててさ、これを同じにしようかなと思うとだんだん同じになっちゃうんですよ、ウインカーがね。それこそ自分が出してる波動、エネルギー、フォトンで現実が変わっていくっていうね。それを今も科学的に証明して出してるっていうのが、それが量子力学の世界の一つなんだよね。だからこれが合わない世界ね、ずっと合わない世界もあれば合ってしまう世界もあるよね。だから並行して2つの世界があるんだよっていう。あ、マリプさんやってたすごいなね。だからずっとずれてる世界を生きていくこともあるし、ね、自分の意思でこれを合わせた世界を生きていくっていう風に自分で切り替えていく、ね、こっちの世界こっちの世界をね、行き来することができるっていうことがパラレルワールドっていう平行世界っていう風に言ってるのが量子力学の世界のパラレルワールドなのね。だからこの3次元の話なんですよ、全て。まだね、この3次元の中のことを言ってるんですよね。そのパラレルワールドがあるよとか平行世界があるんだよっていうのはね、ただ僕が言いたい話はこの次元じゃないんだよね。だからそうなってくると、まだそれは科学的にその他の次元っていうのが説明ができてないから、そこからこういう話をすると、あいつ頭おかしいんじゃないかっていうなってっちゃうんだけど、ただちょっと面白いから、ちょっと聞いてほしいなと思うんですよね。でどういうことかっていうとさ、ね、
僕は自分がこれ自分が思ってるだけだから、もちろんそれが絶対そうなのかって言われても絶対だよとは言えないけど、自分は絶対そうだと思ってる。自分はね。だから別に人に押し付けないけど、自分が考えてる考えっていうのは、ね、僕の中では次元っていうのがいくつもあると思うんですよ。多次元。もう本当にそれは、どんぐらいあるかもわからない。数えられないぐらいあるのかもしれないし、全くそれをいくつあるかはわからないとして、ね、それが全く同じ、こういう世界がさ、全く自分の同じ世界がいくつかあったとしたら、ね、ここからいいですかね。もう僕はこの顔なんですよ。僕はこの顔で、ね、この部屋なんですよ。ね。だけど、そう、異次元なんだけど、違う次元にも全くこれがあるわけ。ね。だから自分は、今僕はここのね、4月21日金曜日ね、午後9時15分のここにいるんだけども、ね、もう一つ全く同じ世界があって、そこは例えばですよ、4月の20日だったりし、4月の22日だったりとか、時空を超えてる世界、ね、もう次元が全然違う世界が全く一緒なの。で、出てくる登場人物も全部一緒。家族構成からね、自分がやってることから全く同じ世界がいくつかある。そのパラレルって平行っていう意味だからね、その世界があるっていうふうに僕はなんとなく受け取ってるんですよ。で、そこでね、今日のそのタイトルにあるように、物がよくなくしちゃう人、物がなくなっちゃう人っていうのは、その世界が多いんだよっていうふうにね、僕は受け取ったのね、パルスを。で、そこ説明していくとどういうことかっていうと、じゃあその違う次元の全く同じここに、どうやって行ってんのですかってね、どうやったらそこに行けるんですかって話になるでしょ。それが寝てる時って言われたんですよ。ね、僕らが寝ちゃってる時に行ってるっていう。だから魂ってさ、本質って寝てないっていうわけね。寝てんのはこの脳が脳がこう寝ちゃってるわけでしょ。完全に思考が停止してね。だけどこの本質っていうのは違う次元に行って全く同じことをやってるとするね。そうすると、例えばね、さっきほらヨシミンが物をよくなくすんだ、なくなるんだっていうヨシミンはね、寝てる間に全く同じ体験をしてるからね。例えば鍵が良くなくなる。ルカちゃんこんばんは。鍵をよくなくすって人は、そっちの、だから A っていう世界ね。ここが B っていう世界だったら、A っていう世界で鍵をどっかにしまってんですよ。ね。鍵を、ここに入れようと。A の世界で。で、A の世界で寝ちゃって B の世界で目が覚めて、あ、そうだ、鍵って言った時に A の世界の記憶が残ってからそこを探しに行くとないんですよ。あれおかしいな。さっきここに入れたのになんでないんだろうって自分では思っちゃうのね。それで探し回ったらなんかとんでもないとか出てきたりするの。そういうことってある人結構多いと思うんだよね。探してて全然ないのにね。なんでこんなとこが出てきたんだろうっていうのないですか？あるでしょ？で、なくし物はそっちの世界に行ってる。そうだね。そっちの世界に行ってるというか、そっちの世界で動かしちゃってるんだよね。で、それが、前ちょっと夢のお話しした時に、夢ってさ、すぐ忘れちゃう夢と、いつまでも覚えてる夢ってあるじゃない。あ、みんなあるあるですよね。よくあるね。すぐ忘れちゃう夢は、僕はエーテル体っていうね、自分の感情の中で見てる夢だけど、アストラル体で見てる夢っていうのは、僕はパラレルで見てると思うんですよ。ね。だから自分が夢覚えてるような人っていうのは、そのアストラルでのね、そう、来た途端すごい話してんな。今夜はちょっと特別版。そう、みーちゃん探してた場所が出てくるでしょ。それはね、もう一個のパラレルで場所変えてたりするんですよ。だから現実にそこを気がついて自分がね、で、もう一回探してみたら出てきたりとか、そういうさ、時空のズレっていうのはこのね、いくつもある世界の中で僕らは生ってるって。そう考えていくと、魂って死なないとかさ、魂はなくならないとかさ、ね、今いろんな風な説はいっぱいあるんだけど、で、それはもうほとんどさ、科学的に証明されてない説はいっぱいあるんですよ。ね、死後の世界みたいな話は。でも僕の中で、それどういうことなのかなって考えてた時に、ね、朝受け取るパルスみたいに、こう、ポンポンポンってきたのが、ああ、そういうことなんだな。だからさ、ね、物がよくなくなる人っていうのは、その平行世界が多いんだって。ね。で、あんまり物をなくさない人っていうのは、平行世界の数が少ないんだって。ね。だからそれがいいとか悪いじゃなくて、そこらしいんですよ。
リップちゃん、夢見てるか分かんない。まあ、ほとんど僕ら記憶がないんだから、そこはね。そこはもう全く分からないから、別に無理してその夢を思い出そうとしなくてもいいのね。うん。でもなんかあの夢ってずっと覚えてんだよなっていう夢っていうのは、そこのパラレルに行ってる時の夢だったりするっていうのはね。なるほどなって僕は思ったけど、マリプーちゃん、物はなくさない、夢もほとんど見ないけど、さっき昼寝してた時、ヒロさんが北海道に行かないとだだっこになってたって。それは予知夢ですか？それは、明日会うから聞いてみて。北海道本当は行きたくないんですかって。それはどんな夢だったの？ねえ、ママさん、夢はカラーで見る。カラーで見る夢も僕は、パラレルワールドじゃないかなって思ってんだよね。だから、色のある世界、色のない世界とかさ、いろんな世界がね、あるんだと思うんだよな。うん。はい、みかんちゃん、その逆はある。ここにあるかも、ピンときて、そこに探しに行くとあったりする。だからそれは自分がさ、覚えてんだよね。だからね、物がなくて探してる時に、あれちょっと待ってってね、違う次元でやっちゃったかなって考えるとね、意外にね、ピンとくるんだって。だからやってみてみんな、なかった時に。で、あれどこやったっけ、ここ置いといたぞないなと思った時は、ちょっとニヤニヤっとして、ね、ああ、そうか、あっちのパラレル行った時だな、どこだったっけかなって考えると、あそこじゃないかなって、ひらめくらしいんだよ。うん。ね、ルカちゃん現実に生きてる感覚が薄い。だからルカちゃんはこの世界じゃなくて、もう一個のパラレルでしっかり生きてるんじゃないきっと。もう一さん、夢で見たものが現実で起きる。だからそれはね、向こうで一回やってることがまた同じデジャブみたいになってくるみたいなね。うん。一人で笑うってやばい、いいんじゃないね。うん。まあね、そういうね、チーズケーキさんもね、夢見た場所と行った場所が同じだったっていうのもデジャブってよく言われるけど、それはね、その同じパラレルワールドをね、平行世界で体験してることをまだここでやってたりとかさ、そういうことなんではないのかなっていうふうにね、ちょっと僕は考えてんの。うん。でもこれは全然まだね、量子力学とかいう科学の世界では出てこないよ。量子力学の中で言ってる平行世界っていうのはさっき言った通り、この3次元のね、この世界の中だけの話だからね。うん。僕が言ってるのはそうじゃなくて、いろんな世界がもし次元が違う世界でね、うん。その次元が違うっていうのもまた難しいんだけどね。うん。同じ次元の中のパラレルっていう感覚なのかな、僕が言ってるのはね。うん。4次元5次元とまたちょっと違って、うん、なんかさ、この部屋を出たら全く同じ部屋が隣にあるみたいなさ、ね、それが夢の中で行ったり来たり行ったり来たりしてて、うん、ね、そしてね、もしかしたら役柄を変えてたら面白いよね。うん、今日は自分ね、寝たらね、家族の一員に入れ替わってたりとかそうやって動いてたりしても面白いなと思うけど、うん、ね、みつるの謎が分かったね。どんな謎が穴ですかってどういう話してんだろうな。ちょっと、チャットも拾ってなかったかもしれない。どういうことそれ。どういうことなんだ分かんない。うん。ねえ。あ、夢の続きを見ようと決めたら見られる。あ、でもそれはすごいよね。うん。そこに、だから今度さ、テーマ決めてやっていったら面白いかもしれないね。うん。ねえ。で、その見てるさ、夢占いとか夢日記とかあるんだけど、なんて言うんだろうな、なんていうの、こう、アストラ体で見てる夢っていうのはね、結構夢をちょっとこうね、控えてメモしとくと面白いかなと思うけど、エーテル体で見てる夢ってね、もう自分の感情の方が強いから、うん。あんまりそこは僕はお勧めしないんだけど、うん。あ、ミニちゃん、夢で見たことあるっていう場面結構あるでしょ。だから、それはね、同じことをね、やってるんですよ。なんかいろんなとこでね。で、さっき言ったように、そのね、物がなくなっちゃう人って結構自分責めたりするんで、あ、もう本当私嫌だとか、物がなくなって嫌だとか、違うんだよ。それだけの経験をしてるってことはね、いろんな世界を持ってるってことだから、それはね、誇りに思った方がいいんだって。うん、私はそんだけの世界でね、渡り歩いてんだよってね。だから、そこを自分で責めたりしないで、なんでこう物をなくすんだろうとか、もうしょうがないんだよ、だって。ね。そう、ややさん、物忘れが多いのパラレル。物忘れが多いのは、いろいろあるよね。いろいろあるんだけど、でもね、やっぱり、
ここに生きてないってよく言い方するじゃない。ね。ここに集中してないっていう時もあるよね。うん。だから向こう、眠くなった時って、僕は思うんだけど、眠くなった時って向こうで呼ばれてると思ってんだよね。うん。そう。そう、もんちさん、物なくしたら笑ってて。うん。ボケてるだけじゃないんだけど。マリプちゃん、私はどうしたらいいでしょうか。マリプちゃんね、考え方をちょっと切り替えてみて、なくしちゃいけないとかね、そこが強いのかもしれない。もしかしたら、ないぐらいで、ね、ないぐらいの感覚にしてった方が、いろんな世界を、パラレルが増えてくんだって。うん。ね。増えれば増えるほどエネルギーってやっぱね、多い方がいいらしいんですよ。うん。ね。だからそれは自分で作っていけるらしいですよ、どんどん。うん。だから、ね、きちんとしなきゃいけないとか、絶対なくしちゃいけないとか、そういうのはだらしなきゃダメっていうふうに思い込んでしまうと、ね、この現実がぐーっとこの現実だけが色濃くなっていくけど、うん。ちょっとその辺楽に持ってってさ、気分をね、楽に持っていくことで、ポン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 って増えていくらしい。うん。置き場所が全部決まってる。それをやめてみようか。でもさ、それは、マリコちゃん別に物だけじゃなくてもいいからね。うん。だからさっきのデジャブみたいなのでもいいと思うよ。あれ、ここ来たことあるような気がするとかさ、そういうのをね、思い出してってもいいと思う。うん。ねえ。まあ、ミニちゃんなくすと落ち込むんだけど、落ち込むことはないんだよ。それだけ自分はね、いろんなとこにあるからね。うん。そう、リプちゃんね、しまったのに全然違うところにあるのはね、違う世界でそれをやっちゃってるのが、ここで、自分の記憶がそっちになっちゃってるからさ、ね。ここの世界ではそこに置いてなかったんですよ。だからそこに置いたっていうね、前回行ってた場所の記憶があるからそこに置いたって思っちゃうからそこを探しちゃうってことらしいんだよね。うん。そうなんですよ。ややさん、もう眠い。呼ばれてる。行ってらっしゃい。パラレルへ行ってらっしゃい。向こうで起こされてるからね、起きなさいって。こっちで眠くなるから。うん。そういうことらしいんだよね。うん。あ、さきこさん、最近立て続けに物をなくしてた。ね。いいんですよ。それだけ学びをしてるってことがね。だからね、何かね、難しい本読んだりとかね、そういうことしだしていくと、結構なくしたりするらしい。うん。ね。だから、マリプちゃん別になくさないのがいけないわけじゃないんだけど、うん、もうちょっとこうね、気持ちを、うん、ね、気持ちを緩めて、ね、君、ここにきちっきちっとしなくても、うん、ちょっとやってみて。全部じゃなくていいからさ、一つぐらい違う場所に置いてみて、いつもと。うん。多分違うパラレルでもそれやってると思うんだよね。だから常にそれがきちってあるわけじゃない。だからちょっと実験的にさ、何か一つで違う場所に置いてみて、うん。あれないってなったら面白いかもしれないね、マリプーちゃんね。うん。ちょっとやってみて。まあ大事なものは困るけどね。うん。朝出かける瞬間ね、寸前に鍵がないとかって大騒ぎになっちゃうから、うん。ね。リモコンとかさ、そういうものをいつもとちょっと違うところに置いてみると。そうすると向こうのパラレル行った時に大騒ぎして探すから。リモコンがないんだけど、みたいな。ね、向こうでは大騒ぎして探してるかもしれないから。ね、でこっち戻ってきたらだってあそこに置いたもんなっていうのはね、うん、そういう世界らしいです。どうもね、うん、チーズケーキさんペンをよくなくすややさんいってらっしゃい、おやすみうん、まあそれはまあこれは本当にこの話は科学的に証明された話でも何でもないからファンタジーなんだけどね、僕の中のファンタジーです。ただでもそんなね感じがするんだよな、うん、自分の中でね、うん、そうだからいろんな世界で僕ら学んでるってレッスンしね、うん、まあもうさそれあるねうん、そう。あ、ヒロリン、リモコンが全然なかっただね、違う世界で違うとこ置いちゃってたんだよね。うん。リッピちゃん、それはやばい。リモコンとスマホ間違えてカバンに入れたら、それパラレル関係ないからね。うん。電話かけようと思ったらリモコンだったってギャグだよね。ルカちゃん何？ルカちゃんまたすげえこと言ってんな。なくすのもあるけど、増えてるのもある。すごいね。やっぱルカちゃん、パラレルが多いんだと思うよ。うん。ねえ、そう。ねえ、うん。まあね。いや、そんなことない、リプちゃん。うん。そう。あ、
最高さん、靴をなくした。なくしちゃったのか。まあ、そのなくすっていろんな意味があるからね。うん。まあ、大体パラレルでなくなるものって出てきたりとかさ、家の中だったりとかね、そういうのがあるんだけど、うん。ただ、その違う世界でさ、その靴をなくしてると、こっちの世界でもなくなってるってこともあるらしいんでね。うん。まあね、でもそういうふうにちょっとね、頭の中を切り替えてみると、うん、別に自分を責めることもなくなるしね、私すごいな、パラレルいっぱいあるんだなっていうぐらいさ、思ってればいいと思うんだよな。うん。ねえ、そう。だからちょっと不思議な人ってね、僕はそういう人だと思うんだよね。不思議ちゃんって呼ばれる人っているじゃない。だからもうね、世界がいっぱいあるんですよ。だからどこに行ってんだかわかんなくなってくるんだと思うんだけどね。うん。ねえ。まゆみさん、引っ越し退去時の立ち会いで負けないためにねえ、負けないためにねえ、うん。あ、そうか、さっこさん。でも新しい靴2足買ったんならよかったじゃないですかね、すべてはいい方向に。うん。で、まあ、その量子力学的にね、言ってる、その平行世界っていうのは、さっき言ったようにね、自分の出す波動で目の前の現実が変わるんだよっていうのは、今本当に科学的に証明できてるっていうふうにね、言われてるんですよね。まあ、それが引き寄せの法則っていうふうにね、言われてるもので、うん。で、まあちょっとね、僕も、いろいろね、前引き寄せ講座とかもやったんですけど、今度ね、まあ第2弾、もうちょっとね、変わった形で自分のね、自分のその、ね、望む現実をこうね、目の前に出現させる方法みたいなのをね、またお話できたらいいかなというふうに思ってるんで、その時はね、楽しみにしてください。自分もね、今ね、これいろいろやって研究し中。うん。で、だいぶね、これね、なかなかこれがいいんじゃないかなと思ってる方法があるんでね。うん。社会の窓は開いてない。社会の窓は開いてません。ということでね、まあ、そういう話も今度ね、していきたいと思います。まあ、それは、その自分がですね、その、フォトン、光の素粒子をね、切り替えていく方法っていうのをね、今ちょっとね、自分の中でこう受け取ってるんですよ。ね。そういうのをまたお話できたらいいかなというふうに思っております。ね。でも、だからね、物が良くなくなっちゃうとか、良くなくすとかさ、ね、ここに置いといたのにない、もう私のバカバカって思わなくていいですよ。ね。それだけ私は学んでるって思ってね、すげえな、私。ね。じゃあ、どの世界の時に動かしたんだっけって考えると思いつくらしいよ。あ、そうだ、あそこに置いたんだって。って言ってみるとあるっていうね。うん。そういうところをさ、ね、つながっていけたら、すごく生きてることが楽しくなるんじゃないでしょうか。ね。はい。よろしくお願いします。あ、それとね、今僕この動画に字幕つけてるんで、字幕うざいなって方は、画面の右上のところに、なんかね、歯車マークあるんじゃない？歯車マークの隣になんかね、CC って書いてちっちゃいのがあるんだけど、あれ押すと字幕消えるんで、字幕目障りなーっていう方は、それごめんね。押して消してください。うん。一応ね、字幕つけてんの。それがどういう結果が出るかは全くわからないけど、うん。うざいってね、ちょっと目障りな方はそこを押していただくと字幕消えるんで、よろしくお願いいたします。そう。リップちゃんは字幕設定してない。ありがとうございます。ね、字幕がうぜえぞって方は、ちょっとそこ、お手数ですが、お願いします。ミニちゃん、25日分かった。もうそこで OK。ミニちゃん横浜出てるから、OK です。後で URL 送ります。はい。あ、今はね、ライブ配信つかないんですよ。アーカイブが字幕出ちゃうんでね。うん。で、自動文字起こしだから、まあ最初はね、めちゃくちゃな言葉になってるんだけど、うん、それを自分でね、修正して、うん、字幕にしてるんで、はい。もし字幕がね、目障りだなっていう方いたら、その CC ってボタンを押してもらうと、うん、消えますから、よろしくお願いいたします。はい。そう。で、25日はね、呼吸の講座、ズームでライブ配信いたします。お申し込みいただいた皆様ありがとうございました。で、今日ね、お申し込みいただいた方、明日、このね、カードと、よいしょ。このカードと僕のお塩は送りますので、火曜日には間に合いますからね。はい。じゃあ火曜日楽しみにしていてください。で、お申し込みされた方がほぼいろんなズーム講座見ていただいている方なので、今回はテスト配信はなしでいきます。大丈夫でしょ？もうね、みんなズームね。はい。なので、25日に、夜7時から
ね、ズームでライブ配信しますので、よろしくお願いいたします。そういうわけで今夜もありがとうございました。明日の朝、また海岸からお会いしましょう。じゃあね、ありがとうございます。